私たちがクラゲを取っていると、時々土地の人が寄ってきて、クラゲを取るんならレイディ・スミスに行きなさいと言われました。レイディ・スミスに行くと、レイディ・スミスは2、30キロ離れた場所ですが、そこに行くとクラゲの上を、海のクラゲの上を歩けるっていうんですね。実際に歩けるはずはないです。いくらたくさんクラゲがいたって。だからそれほどたくさんいるということです。オワンクラゲの発光器は傘の縁にあります。これが縁ですね。で、暗いところで光らせるとこういうふうなリングになります。緑色の発光でリングになります。で、我々はこの発光器のついている部分をリングと呼びました。大きな網でクラゲを取ると発光器を壊しますので、それで我々はクラゲを一つ一つ注意深く特製の採取網ですくい上げました。そしてリングだけをハサミで切り取って研究に使い、研究に不必要な大部分のボディは海に捨てました。当時すべての生物発光はルシフェリンとルシフェラーゼの反応で起きると考えられておりました。したがって我々は発光器からルシフェリンとルシフェラーゼを抽出しようとしました。しかしそれがいくら工夫してもうまくいかなかったのです。私はクラゲの発光はルシフェリン・ルシフェラーゼ反応ではないと判断しました。それで私はジョンソン博士に、ルシフェリンとルシフェラーゼを抽出するのをやめて、どんな物質であるかわからないがとにかく光る物質を抽出しましょうと提案しました。光る物質を抽出すればルシフェリンだろうが他の物質だろうがうまくいくはずだと思ったのです。しかしいくら説明しても博士はルシフェリンとルシフェラーゼが存在するはずだと言い張って私の言い分を聞いてくれませんでした。仕方なく私は実験台の片側で自分の考えで自分勝手な実験を始め、反対側ではジョンソンと助手がルシフェリンの抽出を続けるという非常に気まずいことになってしまいました。酵素やタンパク質や酸化反応の阻害物質を使って一時的に発酵を止めて抽出しようとしました。しかしどんな阻害物質を使ってもうまくいかず、10日もするとアイデアが尽きてしまいました。私は実験を諦めて、もっぱら発酵反応がどのようにして起きるか、またどうしたら発酵反応を阻害できるかということを昼も夜も考え続けました。しばしばボートで漕ぎ出て、暖かい日差しの下で横たわり、波に揺られて考えました。というのは海の上では誰も話しかけないからです。時々フェリーボートが来るんですけど、海の上の原則として動力のない船は動力のある船に対して優先権がある。それでフェリーはいつも私の小さなボートの遠くからこう迂回してね通るんですよ。1週間くらい経ったある日の午後、ボートの上で突然一案がひらめきました。それはごく簡単な考えでした。生物の発酵には多分タンパク質が関係している。そうであれば発酵は酸性度、すなわち pH によって変わるであろう。私はすぐラボに戻り、種々の pH の干渉液を作り、それでリングを抽出してみました。抽出液は pH7 で光り、pH6 でも光り、pH5 でも光りましたが、pH4 では光りませんでした。それでリングを pH4 で抽出してろ過しますと、予想通り全く光らないようになりました。ところがそれを重曹で中和しましたところ、また光るようになりました。私はついに抽出法を発見したと思いました。発酵物質は pH4 で抽出できるからです。ところが次の瞬間に驚いたことが起きたのです。実験に使った pH4 の抽出液を流しに捨てたところ、
流しの内側がパーッと青く明るく光ったのです。流しには海水が流れ込んでいたので、海水が発光を引き起こしたに違いないと思いました。海水の成分は分かっていますので、発光を引き起こした原因がカルシウムであることを知るのにそう時間はかかりませんでした。カルシウムが発光